盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回のテーマは種から太い商品盆栽の黒松を作るという中での、よくうちがやってるんですけど、その中で意外と一番大事なあたりで言ってなかったなという、あまり言ったらこれ企業秘密なんじゃないかなっていうとこでもあるんですけども、こういうねいろんな年代の今ちょっと横置いてるんですけども、この、今ここが西日本香川県、5月下旬なんですけども、本当はもうちょっと後にね目切りした方がいいんですけど、皆さんが目切りする頃に追いつけたらいいかなっていうんでちょっと早めにやってます。容量は一緒です。でこういう下の方にね芽があったらここで商品盆栽、これから作っていけるんですけども、これやっぱり毎年やっぱ多少ハサミ入れてるんですね。ハサミ入れてるっていうのは目切り作業なんですけども、その作業年代によって多少差があるんですけども、それがどんな感じでやってるかという、ちょっと伝わりにくい部分は多いかもわからんですけど、なんとなく雰囲気で伝わってもらったら、お伝えできたらいいかなと。こんな感じでやってますよというのが分かってもらえたら、じゃあ早速ねこれ、ちょっとねこの辺樹齢そうだな5年か、樹齢5年ぐらいの、それまであんまり触らないんですね。5年目4年目5年目ぐらいからやっと芽切りをし始めるというぐらいで、これなんですけども、芽が出てて、案外普通に切ったりもするんですが、やっぱりちょっと正面はどこかなと、ここが正面なんです。ちょっと分かりにくいですかねこれね。でここ正面見ながら、てっぺんはここだなとか、この枝は長さがいるなと思ったら切らなかったり、大体は切るんですけども、大体ね切るんですが、残す芽っていうのは結構てっぺんか一の枝が芽を切らない場合がちょこちょこありますね。これでいうと今この子がほとんど切ったんですけども、この辺だけ切ってないです。この辺だけちょっとこの辺大きくなっても面白いかなというので、あとそうだな、若い木なんで多少小さい芽でも切ってもそんなには傷まないかな。これ植え替えしてないんでね、こんな感じ。ちょっと似たようなのもう一回言ってます。これもてっぺんビュートの、これは太らすようなんですけども、これそのうち切りますよ。で下の方の芽をどう切るかっていうんで、あんま長すぎるのはね置いといても使いにくいと。これ結構大体の芽切りましたね。ちょっと残ってる。これぐらい元気だったら全部切っても大丈夫かなという、次これついこの間植え替えしたんですけども、植え替えしてるんですが結構芽が元気なんで、芽切りはしますと。でそれが植え替えしてる分あんまり派手には切らない方がいいかなという。正面がそっちだったらここ針金でね下げて、この辺がてっぺんみたいな。でも植え替えしてるけど全部切れそうです。あんまりちっちゃいのだけはねこの
今すぐに完成形を目指すんじゃないんで、これからどうきれいにしていくかなんで、安全プラス無理、安全な方がで、少々枝が軽く長くなってもで、てっぺんをもし大きくしたかったらこっちにまたねこれ残すみたいなのもあるんですが、とりあえずこれでいいかな、切ったらいいかな。ここでちょっとねこうしたら分かりにくいですけど、はい、これでいらない枝があったらこの時も減らすんですけど、これはまあいる枝が多かったですね。こんな感じ。次もうちょっと成長したタイプ、これは植え替え今年してないんで、まあ芽切りしっかりできますね。この辺がてっぺんになるんで、そうだな、このてっぺんに行くところを太くしてもいいけど、まあ素直に芽切り、あと1箇所から3つとか出てるとこも減らしながら、これぐらいだとあれですね、全部をしっかり芽切りするっていう感じではないですね。大きい芽だけ取って小さすぎるのは置いとってもいいかな。意外と去年の剪定が効いてたのか、そのまんまの芽切りでいけてしまった感じですね。こっちも切ろうか。特に伸ばしたい枝もないから、そのまま素直に芽切りでいいですね。さらに今のが育ったのがさっきのプラス1年か2年ぐらいのこっちが正面、これは結構こう密集してるんで、かなりいらないところは減らす必要があります。こうなるとちょっと難しいですね、どれがいるかいらないかっていう。とにかく正面をまずしっかり見て、てっぺんをどこにするかというのを、これ見た感じてっぺんこれですね。でこれを中心に三角形にしていくと。ちょっとこれ大きくなった方がいいんで、てっぺんの方だけはあえて切らない。ちょっと難しいとこ、あと簡単なとこから。そうですね、あんまりね、そう難しいとこで悩んでもねいかんのですよ。まずは絶対にいらないっていうのを外しといて、一箇所からいっぱい出てるようなとこはで、これねいらない葉っぱとかハサミでね取ってもいいですね。で手で引っ張るよりハサミで切る方がストレスがねあんまなくて、引っ張るみたいなねそういう強い力が入らないんで結構安全だったりするんで、なるべくハサミでいった方がいいかもです。で芽切りの時にしっかりねそのいらない枝を取っておかないと、後でその芽切りをした芽から芽が増えるってことなんで、いらない枝があったらもうそこからでもいっぱい芽が出てね、また密集しすぎるんですね、秋頃にね。だからこの芽切りの時はしっかりと透かしてやるというか、
もう本当に必要最小限だけの枝というかね、芽数にしましょう。でないと後でまたもう一回その枝抜きの作業をせないかんし、その今この時点でいっぱいあるとね、他の芽切りでね、芽切りからの次2番目に出る時のね、その養分がやっぱりいるとこだけに行ってほしいんですね。だからいらないのはやっぱりのけとかないと、芽切りこれかなりダメージ与えてるんで、輪郭等間隔ね、あとそんなもんか、そういうのを大事に。真上とか真下みたいなのは取ったりとかね。これ少々長い葉っぱね、去年の葉っぱは今切っても大丈夫です。ちょっと分かりにくいですけど、これが1の枝になって、ここがてっぺんになって、あとそれに伴っての形と、あと数年したらここをね、ここでバチッと切ったら完成というような、そんな感じです。でちょっと今日芽切りの話なんで、ほとんど普通に芽切りしたんですけども、てっぺんだけちょっとね背が低いとこにあるんで、ここを残してます。この芽だけで、これがちょっとこっちに大きく育っていって、この辺から三角形作っていくような感じですね。その将来を見越しながら、でも案外残すにしても小さい芽とね、こういうてっぺんあたりとか、こういう先の方の1の枝とか残すのは意外と少ないですね、芽数的には数えると。そんなもんですね。はい。だからこれうちの視聴者さんから普段こういうふうに大きくなっていくのは分かるけども、芽切りの時どういうふうにしてるんだっていうご質問をいただいたことがあるんですけど、意外と普通の芽切りと変わらないと。将来発展途上の木ばっかなんで、将来はこんな感じになってくれたらいいなみたいなね、そういう想像しながらの芽切りにはなりますけど、こんな感じです。ちょっとねなかなか細かい作業なんで伝わりにくかったかもわからないですけど、また手元寄りのね撮影みたいなのもできたらいいかもしれないですね。はい。で今回は以上です。北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。この度無料のメール講座を始めました。僕の知識経験、20年以上かけての知識経験がぎゅっと詰まったメールが、定期的に40本以上届きます。
限定動画も20本以上作っておりまして、より分かりやすくなってると思います。概要欄のね登録フォームからメールアドレスだけで登録できます。中身はもう全部無料になっておりますので、ぜひとも皆さん登録してみてください。